んにちは、はるかねです。今日はこちら45センチ、だいたい人間のね約4分の1ぐらいのサイズのお人形の長袖のね女性用ブラウスを作っていこうと思います。そしてこちらのね型紙を使っていくんですけれども、この型紙の作り方は以前に動画でねアップしてますので、よかったら概要欄の方にリンク貼っておきますので、そちらをねチェックしていただければ幸いです。材料はこちらのねコットン 100% の生地と、型紙をね写すオレンジの色鉛筆と、そしてダイソーのね布用ボンド、手芸用ボンドを使っていきます。はい、こんな感じでね生地に軽くアイロンをかけてから型紙をね写してみました。でこちらね全部表と裏と2枚ずつね型紙を写してあります。でこちらはねこういう風に取るとねこの部分の生地がもったいないので、こういう風にね少しでもスペース詰めて取ってあります。そしたらねまたこう空いたスペースでね帯津11のドレスとか作れるんでね。はい、そしたらね袖なんですけれども、袖ね中心線を少しねこうメモっておくと後でね肩合わせする時にちょっと楽です。そして袖口と2枚ずつね取ってあります。襟のね型紙なんですけれども、こちらねこのままペタッとくっつけるので、もう線を描くのは片一方だけで大丈夫です。そしてねこのオレンジの線がね出来上がり線といってこう完成の線になるんですけれども、こちら縫い代ね一切含んでないので、このオレンジの線の外側にボンドをね塗るためのスペースだいたい 5mm ぐらいを周囲ね全部 5mm 確保して切っていきます。はい、全部ね切りました。そしてこちらね型紙にはなかったんですけれども、前中心の掛け合わせの部分ねマジックテープを貼っていくボタンホールの部分をだいたい4分の1サイズで 1.5 センチ ×15 センチから20センチぐらい用意しておきます。2枚ね。はい、では次にこの前身頃なんですけれども、こちらね前身頃の前中心で、こちらがねバストトップを通る胸のラインなんですけど、このね三角のダーツの部分を処理していきます。こう三角のね半分になるように折って、でこちら側にねボンドを塗って、このオレンジの線で、上でも下でもどちらでもいいんですけど、方向を決めてねこう折ってくっつけていきます。はい、こんな感じでね4枚とも前身頃の部分ダーツを処理しました。そしたら次にこのね襟の部分をくっつけていきます。できたらねこのオレンジのラインで折ってくっつけていきます。はい、そして乾かします。では次に袖をね今4枚のパーツに分かれてるんですけれども、これをくっつけて2つのパーツにしていきます。まず袖をねひっくり返して、ここにねこういう風にオレンジの線がね内側に来るようにこう折って、切れ端をね揃えてこうくっつけていきます。次に前身頃とね後ろ身頃のこのカーブのきつい部分にね切れ込みをたくさん入れていきます。こんな感じでねオレンジの線にかぶらない程度に切れ込みをたくさん入れていきます。
切れ込みがね入ったらこの順番通りにくっつけていきます。ある程度ね乾いたら開いていきます。次にね後ろ中心をくっつけていきます。表側にボンドを塗って表同士をくっつけていきます。後ろ中心がね乾くのを待つ間に襟を切っていきます。ちょっとカメラではね見にくいかもしれないんですけど、透けてるオレンジの線に合わせて切っていきます。次にね前中心のボタンホールの部分を端処理していきます。まずねここに少しボンド塗って折り曲げて、そしてこれをね半分にこう折っていきます。もう一枚もね同じように処理します。そしたら後ろ中心がねそろそろ乾いてるので開いていきます。はい、これでね1234567 8ピースまで減りました。でここからね後ろ身ごろと前身ごろをくっつけていきます。まずこちら表側にこちら表側を合わせてね中表の状態で肩の部分をくっつけていきます。少しねボンドが乾くのを待ちます。はい、そしてねボンドが乾いたら開いてネイルアイロンかけてフィッティングしていきます。バストのね位置をしっかり合わせて型を見るんですけど、まあこのぐらいならもうこの状態で大丈夫かなと思いますね。そしたら袖をねつけていきます。袖をねつける前にねこの袖ぐりの部分にも切れ込みをたくさん入れておきます。そしたらこちらがね表側なんですけれども、表側に対して袖もねこちらが表側で、表側に糊を塗って表側をこうくっつけていきます。真ん中の印とねこの肩のラインを合わせてこうカーブさせるようにくっつけていきます。そしてね乾くのを待ちます。で乾いたら反対側のね袖もくっつけていきます。はい、でね肩の部分がくっついたら前中心をねしっかり合わせてもう一度フィッティングします。で前中心がねちょっと5ミリぐらいこう重なってるので両方ともねこっち5ミリこっち5ミリで切ってギリギリ重ならないぐらいのラインに揃えていきます。そしてこの人はね手がここでねスポッと抜けるので、この袖の太さはこのね手首に合わせればいいんですけれども、球体関節人形とかねこうゴムでつながってて簡単にはね手が外せない人の場合はこう手のね指の一番太いところが通るこのラインで合わせて作っていきます。そして
前中心をねしっかり合わせて、後ろ中心もねしっかりこう揃えた状態で脇の部分をチェックしていきます。だいたいこうやるとね1センチぐらい重なるので、だいたい5ミリずつぐらい切っていきたいと思います。はい、ではねこちらが表なんですけれども、中表の状態にして型をねしっかり折って、この脇ぐりの部分、このラインをね裏と表と合わせて、できたらねここでね待ち針があればいいんですけど、なければこういう安全ピンとかでね少しここを留めておきます。そしてこのね袖のこのラインを揃えてピンと張った状態で、裾も揃えて、そしてねだいたいこっから5ミリずつぐらい切って、こっからねまた袖口に対してこう切っていきます。で今回はね、手が抜ける子なので、このオレンジのラインぐらいまで切っていきます。そしたらこのね表側に糊を塗ってこうくっつけていきます。で反対もね同じ作業をしてくっつけて乾かしていきます。前身ごろもね5ミリずつ切っていきます。はい、そしてね脇をこうくっつけたら一度ねフィッティングさせてみて、襟のこのねくり具合を確認します。ちょうどいい感じかなと思うので、このままね襟とボタンホールの部分をくっつけていきます。はい、そしてここがね乾いたら袖をひっくり返していきます。このねボタンホールの部分をこの前中心の部分につけていきます。で、こっちがね折り目なんですけれども、折り目を外側にして、でこっからね上の一番端から5ミリぐらいずらしてこう貼っていきます。表面に対してこうね、こっちが折り目でこっちが切れ端なんですけど、こっから5ミリほどずらしてこう貼っていきます。そしてねすぐこう折り返して、ここをねネイルアイロンで線つけていきます。そしてねこちら側にボンドを塗って留めていきます。こちらも同様に、こちらが折り目なんですけど、折り目をこうね袖のある方に向けてこう5ミリほどずらしてくっつけていきます。はい、ではね前中心がこう乾いたら次に襟をつけていきます。襟をねまず半分に折ってね軽く折り目をつけます。そしてこの折り目をねこの後ろ中心に合わせてこう逆向きに合わせます。そしてここのね襟の距離を長さをね測っていきます。ちょっとねここだとこんだけ短いので、このままググググっと上に上げて、だいたいこのぐらいでくっつけていきます。余分なねこのいらない部分1センチぐらい切っていきます。
そしたらね、このボタンホールの部分にダイソーのね細く切ったマジックテープを貼り付けていきます。そしたらしっかりね前を合わせて裾を切ります。前中心とね後ろ中心を合わせてサイドを広げてこう切っていきます。そして最後ねこの辺を端処理していきます。襟を少しこう折り曲げたら完成です。じゃあ着せていきます。はい、これでね4分の1サイズの長袖ブラウス完成です。で今回はねこう柄物シャツで作ってみましたけれども、以前にね6分の1サイズのバスト M サイズ、バスト L サイズなどでね白のブラウスを作ってますので、よかったらそちらもね参考にしていただければと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。できたらグッドボタンとチャンネル登録と、あとねTwitter とか Instagram でのお友達へのシェア、ぜひぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。